もしあなたがいつも通りかかるゴミ捨て場に人間の肉片が捨てられていたら、2023年8月3日、タイ南部スラートターニー県パンガン島、その日の午後、島の警察署へ一人の男が訪れました。一緒に来てた友人が行方不明なんです。困った様子でそう話すのはスペイン人シェフのダニエル・サンチョ・ブロンチャロ。彼の言う友人とはコロンビアの美容整形外科医エドウィン・アリエッタ・アルテアガのことでした。 SNS を介した友人だった2人はパンガン島で開催されるイベントフルムーンパーティーに参加するべく現地で合流。島で共に過ごしていましたが、途中でエドウィンの行方がわからなくなってしまったというんです。一方で警察は友人を案じるダニエルに不審な目を向けていました。なんだこの男は、傷だらけじゃないか。ダニエルの足や腕には多数の引っかき傷、切り傷が。それらの傷は彼が行方不明だという友人エドウィンを殺害しバラバラにした際につけられたものでした。友人を殺害しバラバラにしておきながら平然と失踪届を出した男性。その動機を性的関係の強要だと語る彼が隠していた真実とは。男性2人の間でうごめいていたのは恋愛感情を悪用した底知れぬ悪意だったんです。おさすけんちゃんです。闇闇こるというわけで闇子さん、今日ねタイのパンガン島にまつわるね事件を扱うんですけど、そんな島があるのね。はい、半年前ぐらいに行ったんですよ。あら、大学の後輩たちと世界三大パーティーっていうフルムーンパーティーっていうのがあって、パーリー？行ってみたいなと思ったんですよ。うん体中に蛍光塗料をつけて、ビーチ沿いに全部ブラックライトみたいなのがあって、で体が光って、炎の縄跳びみたいなでかい巨大縄跳びをみんなで飛んだりとか、はい。見渡す限り欧米人のパリピあんたはもちろんついていけるでしょ。でついていけない。俺はもう巨大なスピーカーの横でただ縦になってジャンプしてた。いや、乗ってんじゃない、そしたらもう耳の鼓膜がいかれちゃってなんでしばらく音聞こえなかったね。そんなところで突っ立ってるからでしょ。そんな感じでね、世界三大パーティー。まあそういうフルムーンパーティーが開催されてるところで、今回はそこで起きてた事件そうなんです。今回はそんなタイのリゾート地、パンガン島で起こった殺人事件をご紹介します。犯人はその動機を被害者から同性愛を強要されたためと言っていたんですが、その供述は嘘だったんです。何その自分の罪を軽くしようとするために被害者に非があるように見せかけてたってこと、最悪じゃない、こいつ。しかもね、この犯人は被害者のことを利用するだけ利用した後に殺したんで、本来ならね、もう情状酌量の余地もないような男なんです。タイのリゾート地へバカンスに訪れたその男は、そこで現地人も奇妙に感じる行動をとったんです。夜の海を訪れた彼は一体何をしていたのでしょうか。闇に浮かぶボート。2023年8月2日、タイ南部スラートターニー県パンガン島、島のビーチに立つレンタルボートの店に一人の男が訪れました。今からボートのレンタル行けますか？時刻は夜9時。とっくに閉店した店の中を覗くようにしてそう言った男に、店員の女性は怪げそうに返事をします。今からは無理ですね。夜に海へ出るのは危険ですよ。しかし男は引き下がらず、それならボートを売ってくれと言い出す始末。1000ユーロ払います。日本円換算で16万円ほどの額を簡単に出してしまったその男に、店員は驚きつつも言われた通りボートを売ることに。ボートを買った後、一人で夜の海へ漕ぎ出していったその男は、スペインから旅行に来ていたダニエル・サンチョ・ブロンチャロ。レストランでシェフをしながら料理系 YouTuber として活動する彼は、有名俳優の両親を持ち、経済的に恵まれた人物だったんです。ダニエルが購入したボートの上には大きなスーツケースが一つ。沖合へ到着した彼は水しぶきを立てながら何かを海に落としている様子でした。その夜、ダニエルは2度にわたり宿泊していたバンガローと海を往復。そんな不可解な行動の翌日、彼はパンガン島の警察署へ向かったんです。一緒にフルムーンパーティーに参加する予定だった友人が行方不明なんです。そう言うとダニエルは、友人であるコロンビアの美容整形外科医エドウィン・アリエッタ・アルテアガの失踪届を出したんです。怪しいわね。なんかボートに乗せてたスーツケースとさ、その友達となんか関係ありそうじゃない？そのことについてはまた後ほど明らかになるんですが、ダニエルが言っていたフルムーンパーティーね、冒頭で僕も説明したんですけど、これがね気になりますよ。実はこのタイのパンガン島が観光地になったのは、このフルムーンパーティーのおかげと言っても過言ではないんです。というわけで本日のメトラキーワード、フルムーンパーティーについて。フルムーンパーティーとは、パンガン島で満月の夜に毎月開催されるビーチパーティー。砂浜でダンスミュージックを鳴らし、集まった客たちが夜通し踊るこのパーティーは、ハイシーズンになると3万人を動員することも。フルムーンパーティーが始まったのは、一説によると1980年代。当時のパンガン島は舗装された道路もないような観光地とも呼び難い島でしたが、自然豊かなその環境は満月を鑑賞するには絶好のロケーション。それに気がついたバックパッカーの集団が友人の誕生日を
祝うため満月の夜にパーティーを開いたのが最初のきっかけだったといいます。以降フルムーンパーティーの規模はみるみる大きくなり、パンガン島を一大観光地に成長させていったんです。ダニエルはインスタのメッセージを通じて知り合った友人のエドウィンと2人でフルムーンパーティーに参加する約束でパンガン島を訪れました。しかし合流して間もなくビーチへ出かけた際にエドウィンとはぐれてしまい、それ以降行方がわからない状態。エドウィンはコロンビアの家族とも連絡が途絶えており、家族から現地の警察に届けてほしいと頼まれたダニエルはこの日警察署へやってきたんです。一方で警察は友人がいなくなったというダニエルのことを不審な目で見ていました。それは彼の足や腕に引っかき傷や切り傷など、まるで誰かと争ったような傷が多数残されていたから。誰かと争った後ってもうエドウィンじゃない絶対。そうなんです。そしてね、実のところエドウィンは島の中ですでに発見されていたんです。ダニエルが警察署に失踪届を出しに行く数時間前、パンガン島の埋め立て地を訪れたゴミ収集業者は見慣れないゴミが捨てられているのを目にしました。なんだこれ、気持ち悪いな。収集業者の視線の先には湿った肉片のようなものがパンパンに詰められたゴミ袋が、彼がその中を覗くと人間の腸が詰められていたんです。収集業者が驚いて落としてしまったその袋には腸の他にも男性の骨盤が入っていました。それらは紛れもなくダニエルが観光中にはぐれたと話していた友人エドウィンのもの。ここから数日にかけて島の複数のゴミ捨て場から合計で14個人体の一部や被害者の衣服が入ったゴミ袋が見つかりました。ダニエルはボートで夜の海へ出たあの日、スーツケースに詰めたエドウィンの肉片を海へと行き、海とホテルの往復で疲れてしまった彼は残りの肉片はバイクでゴミ捨て場を回って捨てることにしたんです。想像以上にヤバいことやってるわね。ダニエルとエドウィンってさ、住んでる場所離れてて SNS で繋がってるような関係性だから、そんな深い関係性に見えなかったんだけどさ、どういうトラブルがあったわけ？ダニエルの言い分としては被害者のエドウィンに騙されたというんです。断ち切れぬ関係。エドウィンの遺体が回収されると同時に、警察は遺体が入っていた袋の一つから8月1日付のスーパーのレシートを発見。そのスーパーの防犯カメラを確認すると、8月1日の当日にナイフや洗剤、ノコギリなどを購入するダニエルの姿が映っていたんです。また街に設置された別の防犯カメラにはダニエルとエドウィンがバイクを2人乗りして出かける姿も。そしてダニエルが宿泊していたバンガローを捜査すると、排水溝から大量の髪の毛や血液、人体の組織が見つかり、言い逃れは不可能になったんです。こうして遺体が発見された2日後の8月5日、ダニエルはエドウィンの殺害を自白。彼は犯行動機を次のように語りました。エドウィンに騙されたんだ。彼はビジネスの話を持ちかけるふりをして僕に近づき、体の関係を求めてきた。僕はずっとやりたくないことをやらされてたんだ。 SNS を介した友人同士の2人の間に一体何があったのか。彼らの関係の始まりはこの時から約1年前に遡ります。2022年某日、ダニエルはコロンビアで美容整形外科医をしているエドウィンからインスタのメッセージを受け取りました。投稿素敵ですね。いろんな国の料理を研究されていて興味深いです。スペインのレストランでシェフを務める傍ら、料理系 YouTuber としても活動していたダニエル。 SNS の発信を積極的に行っていた彼にエドウィンは強い興味を示したんです。以降数ヶ月メッセージをやり取りし、親交を深めていった2人。するとある時エドウィンはこんな話を切り出したといいます。君は自分の店を開いた方がいい。私が出資しよう。そう言うと1万ユーロ、日本円換算で約160万円を送金してきたエドウィン。美容整形の世界で成功したエドウィンは非常に裕福な男性だったんです。そしてこの後ダニエルはエドウィンと初めて会うんですが、エドウィンはそこで性的関係を求めてきたといいます。異性愛者だったダニエルは抵抗を感じつつも、レストランの開店資金を出資してもらっている手前、その誘いを断れなかったんです。ダニエルが同性愛者じゃないとしたら、そりゃ関係性がこじれてくるわよ。そしてダニエルがエドウィンから離れようとした結果、事態は最悪の方向に向かうんです。エドウィンは以降も何度となくダニエルに性的関係を求めました。そんな日々の中、最初は受け入れていたダニエルも次第に嫌気がさし、関係解消を申し出たことがあったんです。するとエドウィンは激怒し、次のようなメッセージを送信。関係を解消する？今更何を言ってんだ。そっちがその気なら SNS で君の恥ずかしい写真晒してもいいんだぞ。それだけは絶対にまずい。ダニエルは YouTuber としても活動しているため、それなりに顔を知られているんです。さらに彼の両親はいずれもスペインの有名俳優。変な噂が広まれば両親の名前にも傷がついてしまうんです。こうしてしぶしぶエドウィンとの関係を続けることになったダニエル。パンガン島で2人が会った際、エドウィンはそこでも性行為を求めてきましたが、この時ダニエルは拒否したと言います。するとエドウィンは激高し、2人は揉み合いに。その喧嘩の弾みでダニエルは彼を殺してしまったというんです。
僕がセックスを拒んだらエドウィンは激怒して僕のことを何度も殴りつけた。それで殴り返したら彼が倒れて洗面台で頭を打ってしまって、そう言って正当防衛を主張したダニエル。彼のスマホを確認すると確かにエドウィンは脅迫メッセージを送っており、その供述に間違いはないように見えました。しかし警察はこの時点でダニエルが嘘をついていることに気がついていたんです。嘘をついてるって何？脅迫メッセージは残ってたんでしょ？そうなんです。しかしね、本当の事情を知ると、脅迫めいたね、メッセージを送るほどね、エドウィンが怒っていたっていうのも、仕方ないなっていうのが分かってくるんです。利用された男。性行為を求められて揉み合いになり、その結果エドウィンが洗面台で頭を打った。警察はダニエルのその説明の辻褄が合わないことに気がついていました。回収された被害者の衣服にはナイフで刺された跡があった。これは遺体が解体された時とは別のものに思えるが、なぜ刺す必要があったんだ。洗面台で頭を打った後もエドウィンはまだ生きていて、それで襲いかかってきたので反撃するしかないと思ったんです。ダニエルはそう言いますが、この殺人があらかじめ計画されたものであることは明白でした。そう、ダニエルはナイフや洗剤、ノコギリなどを事前に購入しているところを防犯カメラに捉えられているんです。その事実を追及されると、彼は観念した様子でこう言いました。実はパンガン島で改めて彼と別れ話をするつもりでした。それがうまくいかなければもう殺すしかないと思ってたんです。被害者のエドウィンは関係解消を堅くなに嫌がっていましたが、ダニエルは絶対に彼と別れる必要があったと言います。それは単にダニエルが同性愛者ではないということだけが理由ではありません。彼はパンガン島滞在の後に5年付き合った彼女との結婚を控えていたんです。彼女がいたってじゃあ余計にエドウィンとの関係持っちゃダメじゃないのよ。でも何、そのレストランに出資してもらったから仕方なくってことなの？実はそうではないんです。この他にもダニエルはまだ嘘をついているとされているんです。5年付き合っていた彼女との結婚のため、これ以上エドウィンとの関係を続けるわけにはいかなかった。殺人はもってのほかですが、そう言われるといやいや関係を強要されていたダニエルの葛藤にも少しは理解できる部分があるように感じます。しかしそうやっていやいや交際していた割には、2人は違和感のあるやり取りをしているんです。ダニエルは被害者エドウィンへのメッセージの中で彼に好意的な言葉を向け、面白いものを見かければ写真なども積極的に送っていました。スマホに残されていたそのやり取りはまるで本当の恋人同士のよう。さらに被害者のエドウィンは生前友人にこんな話を。スペイン人のダニエルってこと付き合ってるんだ。近々彼との関係を公表したい。将来はスペインのバルセロナでクリニックを開いて彼と一緒に暮らそうと思ってるんだ。ダニエルが性的関係を拒み、関係解消を訴え続けていたとしたら、果たしてエドウィンからここまで明るい将来の展望は出てくるのでしょうか。実はダニエルの周囲の知人たちの間では次のような噂が。ダニエルのやつ、今日はプライベートジェットでフライトだったよ。金持ちはいいよな。スペインの飲食店を訪れていた男性2人はダニエルの SNS を眺めながら談笑を交わしていた。両親ともに有名俳優の芸能一家に生まれたダニエルにとっては、世界中を旅したり豪華な食事をしたり贅沢三昧のその暮らしも当たり前なのかもしれない。いや、そうではなかった。でもあいつ両親から金をもらったりはしてないみたいだぜ。一体どこから金が湧いて出てくるんだろうな。レストランの給料も大して良くないし、 YouTube も全然伸びてないのに、不思議そうに首をかしげそう口にした友人。そう、シェフ兼料理系 YouTuber と聞けば一見すごそうに思えるが、ダニエルの活動は成功しているとは言い難かった。彼の投稿はセレブの生活ぶりを自慢するものが多く、面白がって見る人はあまりいなかった。収入が限られているその状況でもリア充の投稿を続けるダニエルの姿は友人たちからすれば不自然でしかなかった。そして彼らは顔を見合わせ冗談めかしていた。あいつパパ活でもやってんじゃね？実はダニエルの周囲の知人によると、彼はエドウィンから性的関係と引き換えに月々2万5000ユーロを支援してもらっていたという噂があるんです。日本円にすれば月々約400万円。それだけの支援を受けながら急に関係解消を迫られれば、感情的になったエドウィンが脅迫めいたメッセージを送っても不思議ではありません。そしてダニエルはもう十分に金銭を絞り取った頃合いを見て、他の女性との結婚の話を進めました。その上でエドウィンの存在が邪魔になったから殺害した。そう考えれば、関係を嫌がっていた割に恋人のように振る舞っていたことにも、稼ぎが少ない割に異様に金遣いが荒かったことにも説明がつくんです。もしこれ本当ならもう本当に情状酌量の余地なんてみじんもないじゃないね。もろもろを踏まえるとね、真実である可能性は高いんです。これで正当防衛を主張するとかね、被害者をバカにするにも程がありますよね。
裁判に際してもダニエルは殺人は計画的ではなくあくまで喧嘩の延長線だったと説明。しかし犯行前に凶器や証拠隠滅のための道具を買い揃えていた事実がある以上、その言い分は認められるはずもありませんでした。2024年8月29日、計画的殺人、死体遺棄などで有罪となったダニエルに下された判決は仮釈放なしの終身刑。同時に彼は遺族に対し賠償金11万9000ユーロ、日本円にして約1900万円の支払いを命じられました。一方で遺族は終身刑では不十分と主張しており、死刑判決と賠償金の増額を求めて控訴しているんです。被害者エドウィンの姉は、エドウィンが性的関係の強要や脅迫行為を行ったという主張を真っ向から否定し、次のように語っています。弟は性的関係の強要や脅迫などをする人間ではありません。被告人が自分の都合で好き放題言える状況が悔しくてたまりません。美容整形外科医として成功していたエドウィンは患者からも慕われていたほか、プライベートでも人望が厚かったといいます。果たして彼は本当にダニエルに無理に関係を迫るようなことがあったのでしょうか。今回の事件のように、あなたには信じて尽くした相手に利用された経験はありませんか？おそす、アルゴメントリーのケンちゃんです。今日はですね、皆様にね、ご報告があります。この度、私、結婚ではないです。そんなわけないんですよ、僕がね。はい。ただね、このね、2年ぐらいね、皆様にずっと言い続けてきたことがありますと、それがついに実現できるんです。というのもね、常にね、なんか皆さん同士が交流したりとかね、僕とかヤミコさんがこう会う場っていうの欲しいなって思ってたんです。ついに、そういった場ができますと。皆さんね、恵比寿駅4番出口徒歩5秒のね、めちゃくちゃ立地がいいところにですね、この度、シーシャバーシュメル、オープンします。ついにですよ、YouTube ね、6年ぐらいやってきて、やっと視聴者さん同士が交流できたりとか、あとはね、まあ僕も本当に、結構いると思うんで、オフ会とかじゃなくてもね、ふらっとそこに来て、たまたま僕いたらね、ぜひね、声かけてください。ついに、こういう場が作れる日が来たなとね、やっと皆様にご報告できたなと、ね、本当にね、嬉しく思います。で、そこでね、シーシャ吸ったりとか、でもちろんシーシャ吸えない人も来れるようにしてます。カフェ利用みたいなのも OK なんで、ソフトリだけとか、お酒だけとかね、バーみたいな利用とかもできるんで、そういった空間を作りたいなと思ってます。なので、まあ、古城で紡ぐ時の旅っていうコンセプトなんですけど、まあそういったテーマでシーシャバーをね、作ります。内装はですね、カウンターの表面は大理石調にしつつ、床もね、マットな大理石調にして、壁は、まあ、ちょっと緑とグレーの混ざったような色味にして、で、間接照明とか、ペンダントライトとか、フロアライトとかね、入れて、すごい、ちょっと薄暗いんですけど、怪しい感じじゃなくて、優しい明るい暖色でね、包まれる空間をね、作っていこうと思ってます。そして、このシーシャバーシュメルでは、流行りの音楽は一切流れません。ここで流れるのは皆さんの心を解きほぐし、リラックスできるね、ジャズの音なんです。そして現在の予定はですね、今絶賛工事中で、まあおそらく6月にプレオープンで7月にね、グランドオープンができるんじゃないかというスケジュールでね、動いてますと。そんな中ね、ぜひね、皆さんにも来ていただきたいと。実際に僕も相当店にいると思うんで、来ていただいたら結構な確率で会えると思います。オフ会とかじゃなくてもね、実際に C シャバ来ていただければね、結構会えると思うんでね、ぜひね、お話できればと思います。ぜひね、そこで交流とかもできたらね、本当に嬉しく思います。そんな中でこのシュメルの時の旅のね、最初の仲間になってもらおうと思いまして、招待状をね、作りました。なんでクラファンをやってるかっていうと、まあ、ほぼほぼ前売り券みたいなもんです。ここでね、皆さんに早めにチケットをね、買っていただければですね、通常お店に行くよりも、まあ、かなりね、安い金額で、C 社とか、まあ、ドリンク含めて楽しんでいただけるんでね、いろいろね、そこでメトラさんもいたらね、交流もできるかなと思いますんで、ぜひね、来ていただいてね、いろいろお話できればね、僕も嬉しいです。で、まあ、どんなリターンがあるかというと、まあ、C 社をね、吸うチケットはもちろん、あとは個室もあるんでそこの貸し切りだったりとか。まあ、あとはですね、YouTube の公開収録をね、初めてその店舗でやろうと思っているんで、まあ、そこでね、公開収録した後に皆さんとパーティーをしたりとか、そういうリターンのプランもあります。あとはですね、まあ、これはね、結構ぶっ飛んだプランなんですけど、東京のどこかに、僕を召喚して何時間かお話しするっていうプランもありますし、日本全国行くプランもありますし、あとはもし海外にいてね、僕を召喚したい人がいたら、数量限定ではあるんですけど、そういったね、プランもあります。なのでね、まあ、全体ね、数量限定なので、ぜひね、この動画せっかく見ているのであれば、ちょっとでも興味あったらね、概要欄また固定コメントのね、リンクから、この時の旅の最初の招待状をぜひ見ていただければと思います。そ
そしてこのシーシャバーシュメル、たくさんのね、応援の声があります。まず最初ね、ラッパーのサムさん、煙の中で音が踊るような、そんな空間になるんだろうなってワクワクしてます。応援してます。そして第2グループの岩田くん。西江さんからシーシャバーの構想は何年も前から聞いていました。こだわりの強い西江さんが納得いくまで時間をかけて作り上げたお店、早く行ってみたいです。そして原田千秋さん。大都会に現れた深呼吸のできる場所。とっても素敵ですね。寄り道しましょう。きっと私たちの秘密基地になるはず。高瀬東也さん。名前のない感情も煙の奥でちゃんと呼吸してる。この場所が誰かのまだ言えない気持ちの居場所になりますように。シュメル、ケンちゃんオープン本当におめでとうございます。そして若手 TV、B 山、もうね、西江健二は最高な男です。そんな男が作る C 社が最高でないわけがありません。お店のコンセプト、C 社へのこだわり、恵比寿という立地、西江健二という人間、すべてにおいて不足なし。早く吸いたい。いやもうほんとね、皆さんすっげー素敵な応援コメントいただいて本当にありがとうございます。最後にこのシュメルという場所は、一人ね、物思いにふける夜だったりとか、あとは大切な人とね、語らいたい時だったりとか、もちろんデートだったりとか、もちろんね、一人で集中してお仕事したいなっていう時でもね、いろんなね、シチュエーションで使える場です。なので、この古城で紡ぐ時の旅、このコンセプトで、皆さんにね、時を遡りながら、ね、皆さん自身のね、まるで自分のお城のような、そういった古城をね、作ろうと目指してます。そしてね、ぜひね、この動画をね、ここまでね、見ていただいてるそこのあなた、このシーシャバーシュメルの時の旅の最初の仲間になっていただければと思います。この古城であなたと旅ができる日を心からお待ちしてます。というわけで、ご興味ある方、ぜひね、概要欄、固定コメント、見ていただければと思います。ありがとうございました。